はい。皆さん、こんにちは。機械系男子のケンチです。今回はですね、伊坂幸太郎さんのホワイトラビット、こちらをですね、紹介していこうと思います。で、まずですね、この、ホワイトラビットのあらすじを紹介しようと思うんですけども、今回はですね、こちらのその裏表紙に書かれているような口調でですね、あらすじをですね、予告編みたいな感じで紹介しようと思います。はい。で、舞台はですね、このホワイトラビット、通称白ウサギ事件と呼ばれているこの事件の舞台は仙台市ノースタウン。仙台の街が見下ろせる高台にある街で、事件は起こります。事件の内容は立てこもり事件で、被害に遭った家は、父と母と息子の3人家族。その家に犯人が忍び込みます。しかし犯人の目的はこの家族3人ではなく、ある人物を GPS で追ってきたらこの家にたどり着いたと。そのことを家族に聞いてもしらばっくれるばかり。そこで父親が目的のものが2階にあると言い、犯人に連れられて2階に誘導する。その隙に母と息子の連携プレーで警察に通報することに成功。ここから籠城が始まっていきます。通報を受けた警察は立てこもりと分かるや否や、特殊部隊のシットを出動させる。そのシットを率いるのが夏の目課長。この夏の目課長も実はある事情を抱えている。シットが現場に到着するとなぜかわからないけどもマスコミが殺到している。これは犯人がマスコミに連絡してこの籠城の様子を生中継させろと要求したので警察もこれを飲むしかない。そして犯人の要求はただ一つ。ある人物を探すという。必ずこの近くにいるはずだという。警察としてもそんな簡単に見つかるはずはないと思っていたらいとも簡単にある人物が見つかった。その男の名前はオリオ豊、通称オリオオリオ。単純にオリオン座に詳しいというだけでこのあだ名がついた。犯人はそのオリオに食料を持たせてこの家に連れてこいという。そしたらこの家族3人とオリオを交換してやるという条件を突きつけた。犯人の名指しがあったこのオリオという男、警察の目から見てもこの男が何かしらの犯罪に手を染めていることはなんとなく勘がつく。しかし、だからといって今は一般市民のこのオリオを危険にさらすわけにはいかず、交渉の末に隣の家から食料を投げ入れるということに犯人もしぶしぶそれを了承する。オリオに食料を持たせ、さらに警護をつけて隣の家から食料を投げ入れさせる。2度の失敗の末に3度目でようやく食料が立てこもりの家のベランダに投げ入れられる。その直後、犯人が動きを見せて事件は急展開を迎える。この犯人の目的は何なのか、なぜマスコミを呼んで生中継させたのか、そしてこの犯人から名指しがあったこのオリオという男、こいつの正体は一体何なのか、さらに夏の目課長を率いるシットは無事に人質を救出することができるのか、各々の抱える事情、この読んどころない事情がそれぞれを突き動かしていく。物語の最後に真相が明らかになっていく。というのがですね、簡単な紹介文ですね。予告編みたいな感じで。今の説明はですね、もちろんミスリードが含まれてるし、ネタバレがない上で、単純に読み進めていったら途中まではそういう風に感じるかなっていう風な紹介文なので、実際に最後の最後、真相が明らかにされていくと、今言ったあらすじってのはところどころおかしかったりするんですけども、大体がですね、こんな感じですね。はい。ではですね、ここからは、先ほどね、あらすじを紹介したんですけど、紹介としては、あれぐらいにしておいて、このですね、ホワイトラビットに関して、僕はですね、ストーリーとはまた別のところにね、すごい良さを感じたので、そちらを話していこうかなと思います。それがですね、この小説の中の一節を借りますと、一見ストーリーには関係がないような無駄な部分ってのが、実はストーリーを豊かにさせるんだよっていう一節がありまして、これがね、さすがだなって僕は思いましたね。ストーリーからしたら一見すると無駄な部分とかうんちくとかね相話とかっていらないじゃんっていう風に思われる方もいるかもしれないんですけども、僕は逆にねそういうのがねすごい好きなんですよね。結果的にそのミステリーのトリックにも関係がなかったとしても、そこら辺が、ね、結構面白いなって思う部分があって、これなんでだろうなって思ってたんですよ。何か説明をねつけたかったんですけども、この伊坂さんが言ってくれて、そういう結果的には無駄な部分ってのが、ストーリーを豊かにさせるっていうことを言ってまして、実際にね、この小説も、ミステリー自体も結構面白いんですよ。トリック自体も。単純に多分読者の皆さん、誰が読んでもね、騙されるっていうか、勘違いをするんですよ。勘違いをされてて、そのトリックに最後気づくんですけども、そういうミステリーとしても秀逸なんですけども、僕的にはね、このホワイトラビットっていう本は、ミステリー要素よりかは、ミステリー以外の、言っちゃえば無駄な部分っていうのが、結構ね、すごい面白いって思えるような一冊なのでね、実際ね、この本当にミステリーの構想だけが一緒の本があって、じゃあ無駄な部分は全部省かれたような本があったとしても、多分そんなにね、面白くならないと思う。やっぱりその、無駄っていうか、あってもなくてもいいような部分がいっぱいあるからこそ、この本はね、結構魅力的だなっていう風な本になってるかなと思います。でやっぱりね、久々にね、伊坂さんを読んだんですけども、伊坂さんやっぱすごいなって思わされて、僕がね、いつかの動画で言ったんですけども、僕が思うにはですね、
伊坂さんは、現代の夏目漱石だと僕は勝手に思ってるんですよ。それぐらいね、伊坂さんはすごい教養が深いんですよ。現代だとなんかね、調べればわかるとか、調べれば出てくるとかって言いますけども、やっぱりそういう話をあること自体を知らないと、調べるにも調べられないじゃないですか。こういう話があるかなとかっていう風に考えが至らないと。そういう意味でね、やっぱ教養が深いし、この本はね、レイ・ミゼラブルっていう小説を引用されてる節がいっぱいあるんですけども、そういうのってのは、やっぱ読んでないと引用はできないんですよね。もちろん現代だったら要約をね、して、レイ・ミゼラブルがどんな話かっていうのは多分すぐにわかるんですよ。でも実際に読んでないと、その小説の中に出てくる一節っていうのは引用できないものなんですよね。そこら辺がね、やっぱすごいなっていう、教養の深さのね、なんかレベルの次元の違いがね、思い知らされたような感じで、やっぱりなんか久々に読んだんですけど、伊坂さんすごいなって思わされましたね。なのでぜひ、伊坂さんが好きな人も、伊坂さんをまだ読んだことがない人もですね、このホワイトラビットは結構面白いので、ミステリーとしても楽しめるし、ミステリー以外の要素もですね、結構豊かなんで、なかなか魅力的な一冊になってるかなと思います。ぜひ読んでみてください。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。